皆さんこんにちは。うつでもベンチプレス頑張りたい、うつベンチです。今回は僕がベンチプレス100キロに到達するまでにこれやらなきゃよかったなーって思ったことを3つご紹介したいと思います。ちなみに今僕のマックスは120キロで100キロまでは約半年かかりました。100キロに到達したのは今から1年ほど前で、すごい苦労しましたし、上がった時はめちゃくちゃ嬉しかったので、すごいよく覚えています。で、これからご紹介する内容はあくまで僕の場合はこうでしたよっていう限定的なお話なので、当てはまらない方もいらっしゃるということはご了承いただけますと嬉しいです。この動画面白かったよとか参考になったよとか、あと応援してあげてもいいよと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をしていただけますと大変嬉しいです。コメントもどしどしお待ちしております。基本的に全てお返ししてます。それでは行ってみましょう。第3位、低レップセット。初心者のうちは10発3セットで、中級者になったら5発5セット、時には神経系を鍛えるために3発や2発セットも有効だよみたいに思っていた時期がありました。で、なんとなく100キロに近づいてくるに従って高重量を扱いたくなって、なるべく100キロに近い重量ですね、 3×5 とかの高重量低レップセットをやるようになりました。で、これ自体全く悪いことではないんですけれども、僕の場合は総ボリュームがそれによって減ってしまうっていう失敗をしました。で、ちなみにここでいう低レップセットっていうのはトップシングルのことではなくてメインセットっていうことですね。トップシングルはやった上でメインセットの低レップセットをやらなきゃよかったなっていうことです。で、ベンチプレスを伸ばすのに重要な要素っていうのは、強度とボリュームだというふうに僕は思っていて、低レップセットは強度が高くて神経系にはいいんですけれども、ボリュームを稼ぐのが非常に大変なんですよね、多分。例えば 1RM100 キロをベースで考えて80キロ 10×5 っていうセットをやるとします。で、そのセットと同じだけのボリュームを低レップセットで稼ごうとする。例えば 92.5 の3っていうセットをやったとすると、何セットやらなきゃいけないかっていうと、だいたい15セットぐらいやらないと、ボリュームが合わないことになるんですよね。で、5セットだったらなんとかなるんじゃないかなって思うんですけど、15セットってなると結構厳しいなという感じがしますし、僕は15セットとかやってなくて、普通に3×5 とかだったんですよ。92.5、90キロ ×3×5 とかなので、全然ボリューム不足なんですよね。で、これもちろん時期によっては低レップセットが神経系に効いて重量が伸びるっていうケースも、あるとは思います。筋量アップより筋力アップの方が短時間で効果が出ることも多いような気もします。ただそれはフォームがすごい安定してきて筋量が結構乗ってきてからなんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、フォームが安定していて筋量が乗ってくる頃には100キロっていうのは上がるようになってるというような気がします。低レップセットはボリューム不足による筋量不足とレップ不足によるベンチの習熟度の不足につながって、結果的には重量が伸びなかった原因になっていたんじゃないかなと思っています。ということで第3位は低レップセットです。はい。第2位、痛いフォームで高重量。で、ベンチを始めたてってやっぱりフォームが定まってないことが多いです。で、もちろん僕もそうでしたし、まだ今でも定まってないと思っています。年中マイナーチェンジをしてます。で、安定性が低くてグラグラしていたり、柔軟性が低くて、結構どっか突っ張っちゃったりするような状態のフォームで、マックスとかセットをギリギリの重量を攻めていると、関節とか筋肉を痛めることっていうのはあります。で、そうなってしまうのは仕方ないとして、問題なのはこの状態でいつも通りのマックスとかセット重量で練習していくっていうことですね。僕はこれをやってました。フォームを変えずに重い重量を持つっていうことですね。で、そうすると痛めてしまったフォームなので、痛めているところは治るわけもないんですよね。で、痛くなってで休む。で、治ったのでまた同じフォームでベンチをやる。で、そうするとまた痛むって、そういうのをずっと繰り返していました。で、同じフォームでやっていると結果的に同じぐらいの重量、僕95キロぐらいになるといつも肩が痛くって、
なかなかそこから重量を持ち上げられなかったんですよね。また痛くなっちゃうと。で、何回かこれを繰り返して、で、ついに90ぐらいまで落っこちてしまった時に、初めてフォームを変更しなきゃいけないんだなっていうことに気づきました。このフォームだったら何回やっても痛いまんまだと。で、フォームチェンジすると重量って下がりますし、それがすごい嫌なんですよね。そうなんですけれども、痛んだらフォームを変えて、軽い重量からマックス、セットを組み直した方が、結果的には早かったですね。僕も結局フォームチェンジをして軽い重量からやり直して痛くなくなって100キロいったという感じになります。第2位は痛いフォームで高重量でした。はい。第1位行く前にちょっと番外編というかですね、これはどうなんだろうなっていうところもあるんですが、ご紹介したいと思います。番外編は減量ですね。減量するとやっぱりベンチの重量100キロまでの道っていうのが遠くなるなというふうに思います。で、引き締まった体ってかっこいいんですよね。僕もそう思いますし、そういう体を必死に目指していた時期っていうのもありました。なんですけれども、ベンチを強くするにはある程度の体重が必要だと思います。で、やっぱり力入るなとか、重りに対して重量が当てられるなっていう風に、なんとなくですけど感じるのが、僕の場合だと70キロぐらいですね、体重が。僕172センチなんですけれども、それぐらいまで体重が乗ってくると、なんとなく力が入る感覚がありました。減量中にベンチの重量を伸ばすっていうのは、ものすごい難しかったですね。逆に、下がりますよね、普通は多分。一時期ダイエットしてたことがあるんですけれども、ベンチの重量は100キロ付近から90キロ上がらないぐらいまで10キロぐらい下がりました。結構ショックでしたね。100キロが上がった後だったんですよね、多分。で、そしたら90キロ上がらないぐらいまで落ちちゃったんで、これは結構ショックでした。で、もう落ちていくのが嫌なので、それに抵抗して無理やりコネコネ上げていた結果、いろんなとこを痛めたりもしました。で、重量が伸びないので、ベンチのモチベーションも下がっちゃって、全然いいことなかったですね。体は、見た目は良くなるんですけどね。はい。ベンチの重量を伸ばしたい時期は、素直に体重を増やすっていうのがいいのかなというふうに思います。はい。それじゃあ、第1位ですね。第1位は、補助種目を増やす。これがやらなきゃよかったことの第1位ですね。これは、どうなんでしょうね。いろいろ賛否あるかなという気もするんですけど、ベンチプレスの重量を伸ばすのってやっぱ筋量が必要なのは、これは間違いないと思うんですよね。で、僕もそう思っていて、いろいろな補助種目を取り入れていた時期がありました。なんですけど、結果的にはベンチの重量、その時期はさほど伸びなかったですね。はい。で、補助種目を増やすことは筋量の増加には効果的だと思うんですが、その分ベンチの練習量が減ってしまうことが僕は多かったです。ベンチの練習量減らないんだったらいいと思うんですけど、それはなかなか難しいかなっていうところですね。例えば、胸のトレーニングを、過去の僕ですね、記録上こんな感じでやっていて、ベンチ3セット。これトップシングル含めですね。で、フライやって、ディップスやって、みたいな感じですね。で、9セットですよね。で、これベンチのみにすると、ベンチ9セットできるわけですよね。で、ベンチたくさんやればやるほど、フォームの完成度だったり、ベンチに対して考える時間っていうのは増えていきます。で、僕の場合は補助種目を削ってベンチのみをやるようになってから、明らかにベンチの重量が伸びましたし、ベンチのみをやるようになって筋量も増えました。これなんでかよくわかんないんですけどね、ベンチが上手くなったから筋量が伸びたみたいな感じなのかなと。で、結果的にベンチを1種目やり続けた方が僕にとっては良かったですね。ただこれ、例外があって、怪我してる場合とかは別かなと思っていて、肘が痛いのに無理やりベンチやったりすると、さらに治るのに時間がかかってしまったりするので、そういった場合は、補助種目で、痛くなければフライやったりとか、スクワット、デッド、背中やったり足やったりっていうのもいいと思います。とにかくあれですね、補助種目を増やさずに、ベンチ1本に絞った方がいいと思いますということです。はい。
で、トップ3の全てに共通することなんですけれども、ベンチ100キロを到達するためには、ベンチプレスをたくさんやって、上手になるのが一番の近道なのかなというふうに思います。よく言われるように、ベンチプレスを筋トレじゃなくて、競技スポーツだと思ってやるのが大事なのかなと思います。バッティングが上手くなりたければバットを振るでしょうし、シュートが上手くなりたければシュート練習をするでしょうし、バッティングに足の力とか当然必要ですけれども、バットを振る回数とスクワットをする回数が同じでいいわけがない、みたいなところなんですかね。補強はあくまで補強という感じがします。ベンチが上手くなって重量を上げたければ、やっぱりベンチをたくさんやりましょうという感じです。今回はベンチプレス100キロまでにやらなきゃよかったことトップ3を紹介していきました。どうでしたかね。当てはまることがあったら、ぜひ試してみてください。これらのことは時期や扱っている重量とか筋量とかご自身のテクニックでも変わってくるので、あくまで一つのケーススタディとしてご参考いただけると嬉しいです。この動画面白かったよとか参考になったよとか、あと応援してあげてもいいよと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価していただけると大変嬉しいです。コメントもどしどしお待ちしています。これからもベンチプレス頑張っていきます。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。